今日はオクラの肉巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、オクラの肉巻きを作っていきたいと思います。こちらはですね、もうオクラにお肉をくるくる巻いて焼いて味付けするだけなので、すごく簡単です。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、オクラ、大葉、片栗粉、塩コショウ、ごま油、肉巻きはこちらの材料で作っていきます。お肉に関しましては部位は豚バラ肉を使っていきます。こちらお好みでロースのね薄切り肉などを使っていただいても OK です。そして今回ですね、肉巻きの間に大葉も入れて作っていきたいと思います。こちらはお好みで入れて作ってみてください。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、白ごま、こちらの材料を使って作っていきます。味付けはですね、今回ポン酢風にさっぱりとした仕上がりにしていきます。こちらね、照り焼きなどで作っていただいても美味しいので、味付けはお好みでやっていただいても OK です。さらにですね、今回ポン酢はお醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、こちらの4つで手作りしていきますが、市販のポン酢を使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、オクラのこの表面にある細かい産毛ですね、こちらをですね、板ずりで取り除いていきます。オクラがね、入ってたこういった網ネットに塩をまぶしたオクラを入れて、そしてこのようにね、コロコロ転がしてやっていただく方法もありますが、こちらはお好みの方法でやってください。そしたらですね、まずここに塩を適量ですね、こちら分量外です。このようにまぶしたら手のひらを上にそっと置いて、そして上下にこすりましょう。だいたいね 2,30 秒やっていただければいいかなと思います。こうしていただくとね、表面の産毛を取ることができます。はい、 OK です。そしたらこちら一度水洗いします。そして水洗いしたらですね、一度ペーパーで水分を拭き取ってください。拭き取ったら続いてこのヘタの硬い部分と、あとはここのねヘタの下にある部分ですね、ここの皮の部分は少し筋しくて硬い部分になってます。ここもガクといって硬い部分になりますので、こちらまずねヘタを切り落として、そしてこのガクから上の部分ですね、この黒いところから上の部分はリンゴの皮を剥くようにこんな感じでね剥いてください。こんな感じです。このようにね、オクラは下処理してください。それではね、残りも同じように行っていきます。はい、オクラの準備は OK です。このように下処理しておいてください。それでは続いて大葉ですね。こちらを一度水洗いしましょう。水洗いしたらペーパーにのせて水分をしっかり拭き取ります。上からねペーパーをかぶせて優しくね押さえつけて水分を拭き取ってください。そしたらですね、この茎の根元を揃えて重ねます。そして茎を切り落としてください。大葉の準備はこれで OK です。それではね、お肉で巻いていきます。まずここに塩コショウで軽く下味をつけます。片面だけで大丈夫です。そして軽く片栗粉を振りましょう。そうすることでオクラとの密着が良くなります。そしたらですね、こちらのオクラに大葉をねくるっと巻きます。よいしょ、こんな感じです。あとは手前からねくるくる巻いていきましょう。この時結構きつめにね巻くようにしてください。あとはお肉の厚みが均一になるようにね巻いていきましょう。このようにオクラを巻きます。こんな感じです。巻き終わりはね下にしておいておきましょう。それでは残りも同じように巻いていきます。今回ねお肉はちょうどいい長さだったので良かったんですが、少し長い時はね切って巻いていただいても OK です。くるっと巻いて塩コショウで下味をつけて片栗粉をまぶします。そしてオクラを巻いていきます。ちゃんと巻き終わりが分かるようにね置いておいてください。全
全部巻き終わりました。そしたら上からねまた片栗粉を少しまぶしてください。そうすることでねタレとの絡みも良くなります。巻き終わりの方にもね片栗粉をまぶしておきましょう。肉巻きの準備はこれで OK です。それでは続いて味付けの調味料のタレを合わせておきます。まずお醤油、お酢、そしてお砂糖、あとはレモン汁ですね。こちらをよく混ぜましょう。砂糖のねシャリという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、このようにね混ぜておいてください。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにねごま油を敷きましょう。これで一度伸ばします。薄くぐらいで大丈夫です。そしたら火にかけます。火加減は中火です。一度フライパンを30秒ほど温めてください。はい、でフライパンが温まったらオクラを置いていきましょう。必ずね巻き終わりを下にして置いてください。これでまずね全体に一度中火でね焼き色をつけていきます。巻き終わりのところはねしっかりめに焼いてください。1分ぐらい焼いてしっかり焼けたら転がします。これでねどんどん焼き色をつけていきましょう。はい、でまた転がします。よいしょ。はい、で今ねトータルでだいたい3分ほど焼きました。そしたら火加減弱火にします。そしてここにお水を入れて蒸し焼きしていきます。お水はねだいたい大さじ1杯から2杯ぐらいですね。そのぐらい入れて蒸し焼きしてください。蒸し焼きは1分半から2分ぐらいしていただければいいかなと思います。はい、今ねだいたい2分ほど経ちました。トータルで5分ほど焼いてます。そしたら蓋を開けます。これで一度全体をチェックしていただいて、お肉にねきちんと火が通ってれば OK です。もしねまだ火の通りが悪い時はもう少しね蒸し焼きしてみてください。そしたらちょっと中心に寄せて作っておいたタレを回しかけます。加えたらですね火加減を中火にしてください。そしてしっかり煮絡めていきます。コロコロ転がしてね煮絡めてみてください。あんまりやりすぎるとねお肉が剥がれやすいので、優しくね転がしてください。はい、OK です。これでね火を止めます。このように肉巻きにねしっかりタレが絡んだら火を止めてください。白ごまをね最後盛り付ける時に使いたいと思います。それでは半分に切りたいと思います。斜めにね切っていきます。断面はこんな感じです。このようにとても美味しそうに仕上がってます。お弁当のおかずにもねぴったりだと思います。はい、これでオクラの肉巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねオクラにもしっかり火が通って、そしてテリテリでとても美味しそうに仕上がってます。最後はお好みで白ごまをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。オクラがシャキシャキですごく美味しいです。そして味がさっぱりしてて大葉の香りがすごくアクセントになってます。お肉もね食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオクラの肉巻きのポイントです。まずですねオクラの下処理なんですが、こちらは必ずね行うようにしてください。そうすることでとてもね食べやすくなると思います。板ずりに関しましてはまな板を使う方法、あとはオクラが入ってたねネットを使う方法などいろいろあると思いますので、こちらはお好みのやり方でやっていただいて OK です。そしてヘタの部分に関しましてはかなり筋っぽくなってて口に残りやすいので、ヘタの少し硬いところの皮は剥くようにしてください。そしてお肉を巻く時のポイントです。まずはじめにオクラにね大葉を巻いて、そしてその後お肉できつめに巻くようにしてください。お肉を巻く時は巻く内側のところに片栗粉をまぶしていただくとお肉がね剥がれにくくなります。しっかりきつめに巻くようにしてください。そして焼く時のポイントなんですが、焼く時は必ず巻き終わりを下にして焼き始めるようにしてください。そうすることでねお肉が剥がれにくくなります。そして全体にねまず焼き色をつけて、その後お水をか
加えて蒸し焼きしてください。このね蒸し時間に関しましてはお肉の厚みだったり、あとは作る環境でね多少ね火の入り具合が変わると思いますので、こちらの蒸し焼き時間は調整してください。もし心配な時はね1本少し大きめのものを取り出して半分に切ってねお肉に火が通ってるかチェックしていただくといいかなと思います。そして今回はですね味付けはポン酢風味にしてます。すごくねポン酢だとさっぱりして美味しいので、ぜひねやってみてください。今回私は手作りポン酢で作ったんですが、市販のポン酢をね使っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオクラの肉巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。